皆様はじめまして、イラストレーターの野瀬明です。主に初塗りで男性キャラクターイラストを手掛けています。大人の色気のあるキャラクターや目つきの鋭いキャラクターだったり、このような要素があるキャラクターを好んでよく描いています。この講座では男性キャラクターのバストアップイラストに焦点を当て、解説と実演をしていきます。この講座はその導入として初塗りの特徴や基本的な考え方と実際の塗りについてお伝えをしていきます。まず、初塗りとは油絵やアクリル画のような塗りで何度も上から塗り重ねて色の段階数を増やして立体感や質感を出していくスタイルです。ですので、イラストの深みやリアリティを出すのに適した描き方となっています。実際に描いていく際の観点から見ますと、厚塗りの場合は線画の上にもゴリゴリと塗っていくので、しっかりとした線画も不要です。ラフのごちゃごちゃした線をそのまま使って描き進めていっても問題がないため、かなり良い点だと思います。私が厚塗りを始めたのは、形やバランスを取るのがものすごく苦手なので、この描き方がとても性に合いました。初塗りは難しいと言われがちなのですが、実は線画を描くのが拙い初心者に優しめの描き方であるのではないかと思っています。まずは下手に見られやすい塗りの NG 例を解説をしていきたいと思います。一つ目は何といってもぼかしのつけすぎです。実際に私もやってしまっていたのですが、ぼかしに頼りすぎは厳禁です。これは最も典型的な NG 例と言えるかもしれません。リアルで立体感があるように見せるためにぼかしてごまかしたい。この塗り方をしてしまうと一気に素人感が出てしまいます。ここで大切となるのはぼかす部分とぼかさない部分を作ってメリハリをつける。そしてぼかしすぎないというところです。では、影を塗っていく際にはどのようにしていけばよいかと言いますと、物の構造を面で捉えて基本的にアニメ塗りの感覚で塗っていくということになります。影を塗っていく際は間違っても良いというくらいに思い切ってあまりぼかしを使わずにはっきりと入れていくのが良いです。特に落ち影であるキャストシャドウをしっかりと入れることで立体感や存在感がしっかりと出てくれます。また影は安直に暗い色イコール黒と捉えて黒をそのまま混ぜて塗るのもやめた方が良いです。特に色物の影で黒を塗りますとシンプルに汚い印象になってしまいがちです。このイラストがいい例ですね。2つ目の NG 例は細かい影のつけすぎです。実際の物体には複雑な凹凸があるので細かく描きたいというのはすごくわかるのですが、これは大きな落とし穴です。影はできるだけシンプルにまとめるのが鉄則です。影を塗っていく際には大きな面を意識してあまり細かく塗りすぎないことを心がけましょう。3つ目の NG 例は強すぎる色ばかりを選ぶ。そういった画風の場合は良いですが、何らかの意図がない限り、ほとんど使うことはないと思います。色選びをする際は、カラーパレットで言うと、ベースの色は大半が左寄りのこの辺りの色を取って使っています。具体的に色選びをしていく際の注意点としましては、カラーパレットの最も鮮やかである一番右側の部分のこの周辺の色、特に一番右上のこちらの原色の部分、この部分の色は強すぎるので基本的には使わないことです。画面内で複数色使ってしまうとかなりどぎつい印象になってしまいます。このような感じですね。使いたい場合には少ない色数に留めたり少ない面積に留めて使っていきましょう。目を引くための部分としてアクセントカラーとして使っていくのは全然ありだと思います。見せたい鮮やかな色をできるだけ絞り、その他の部分をくすませるのがおすすめです。右側の画像は派手な色は使っていませんが、こういう範囲にですね、かなり暗い黒が使われています。このように最も暗い下側の
真っ黒、最も明るい左上の真っ白。こちらに関しても安直に見えるため、本当に引き締めたい部分に絞って使い、キャラクターの塗りには使わない方が好ましいです。最後、4つ目の NG 例は、顔に凹凸などのディティールをつけすぎ。これをしますと、途端に顔が妙にごつくなってしまいがちです。こちらに関しては、反実写なイラストでも、イラストとしてのデフォルメが行われるものです。大まかな面を捉えた影を入れて描いていくのでも十分で、特に鼻はとても簡素にデフォルメ化をして処理されることが多いです。私も数年前までこれをやっていて、今見返してみると顔がものすごいごつい印象がしてしまっています。こちらの左側のイラストは2021年に描いたイラストなのですが、今言ってきたような NG 部分が含まれています。全体的にイラストがもやもやしていまして、細かい影ばかりで面の意識があまりないように見えるので、立体感もあまり出せていない感じがあります。色もですね、強い黒の部分があまり必要でないであろうところに結構入ってきていますので、あまり良くない入り方をしています。こちらをこの度軽く手直ししてみたのが右側になります。直した点としましては、まずぼやけと細かい影に関してはフラットになるように、かつ面の意識を持ちながら上から塗り直してはっきり見えるようにさせました。細めの輪郭作ることでもはっきりとシャープに見せることができます。次に色に関してですが、強い黒の部分をあまり使わないように、濃いめの影ができるであろう部分に場所を絞って整理をしました。最後に顔の造形に関して鼻の存在感をかなり弱くさせました。見比べてみると情報も整理されてすっきりとイラストとしても見やすくなった感じがしませんでしょうか。続きまして塗り方の基本をお伝えしていきたいと思います。まずはイラストとしてのデフォルメです。こちらのバーは各頭部の占めている色の割合を簡単に表したものです。左側は 3D の頭部モデルにそのまま肌の色をつけただけのものになります。かなり写実的な表現になっており、これがイラストとしてのデフォルメがされていない状態です。これがなぜ写実的でデフォルメされていないように見えるかと言いますと、余分なグラデーションが多くなっており、中間のこの辺りのトーンが占める割合が大きくなっているためです。対して真ん中の頭部を見ていきます。こちらは左の頭部を私が塗り込んでレタッチしたものになります。明るい部分の色をスポイトですって主に暗い部分から中間のトーンの部分を拭うことでトーンの単純化をしました。こうした写実的で余分な情報量を単純化することをイラストとしてのデフォルメ化と呼んでいます。完全に 3D っぽく見えていた頭部に若干イラスト感が出てきたように見えるようになったのではないでしょうか。さらにグラデーションを使わずに色の階調を単純化し、肌の色を3階調の3色のみで塗ったものが右側の頭部になります。かなりイラスト的な単純化がされ、アニメ塗り的な平面的な表現になりました。階調が多く、中間のトーンが広いほど写実的な表現になり、階調が絞られ、中間のトーンも狭くなるとアニメ調な簡略化された表現、すなわちイラスト的デフォルメになります。実際に私が描いたイラストで見てみましょう。こちらも肌の占めている色の割合をこの棒で簡単に示したものです。先ほど言ってきたようなイラストとしてのデフォルメがされ、左の順光のイラストでは色の配分も似たような感じになっており、こちらの明部のグループと暗部のグループもできています。また順光ではなく影の塗りが多くなる光の当たり方の場合でも色の配分としては逆にはなっていますが、比率としては同じような明部のグループで暗部の
グループ、こちらもできています。また、厚塗りの深みの出し方についてですが、どうしたらイラストの深みが出るかと言いますと、これは非常に単純で、上から塗り込めば塗り込むほど深みは出てきます。また、明るい部分から暗く落ち込んだ部分まで明度な幅を広く使うことでも深みをプラスしていくことができます。塗りの手順など細かいことにつきましては実践パートで実演していきますので、そちらを参考になさってください。こちらのチャプターでは初心者がやりがちな NG 要素を多く含んでいる私のイラストがありますので、そちらを使って適宜解説を入れつつ髪の毛を添削していくところをご覧いただきたいと思います。こちら私が数年前に描いたイラストなんですけれども、塗り方としても髪の描き方としても初心者感が出てしまっています。まず問題点としては、色を拾ってみたらわかるんですけれども、かなりきつい色なのであんまり使うのはよろしくないかなと思います。あとは束感が全然ないように思いますので、軽く整えていってみたいと思います。まずは色が強いので軽めに調整をかけます。一番暗い色が強かったので、そこを軽くするためにトーンカーブのこの辺を今いじっています。塗るときは若干明るめな色から入った方がいいかと思います。とりあえずこんなものにしまして、そしたら毛束のガイドとなるラインを作ってみようかなと思います。毛の流れを想像しながら、こういう毛先のラインから根元のラインを想像すると、そういう感じで割り振っていきます。こういう立ち上がり作ります。立体感が出ます。だいたいこんな感じにしておきます。そうしましたら塗り込んでいきましょうかね。色を拾って塗ってみます。色が多くてうるさい部分を若干落ち着かせにいっている感じで今は塗っています。ハイライトをいじりましょう。この辺の色を吸いまして、もうちょっとこういうラインの方がいいような。で、これも気に入らなければ歪みツールで整えます。できましたらこれを削って整えていきましょう。こういう感じで2段階、3段階になるように削っていきます。これも気に入らなかったら歪みツールで変形をかけていきます。そうしましたらある程度できましたので、手前側のハイライトを強くで、奥側のハイライトを弱くという意識で、もう1段階グラデーションをつけていきます。この辺が一番明るい部分になります。こんなもんですかね、一旦。これでガイド線をもう一回上に持ってきまして、これに沿って毛束を一旦分けていきたいと思います。影を作りつつですね。この影が立体感を出してくれるポイントなので、しっかり入れておきましょう。こういうリボンの厚さの面のような部分に明るさを入れていくのも立体感を出すポイントでもあります。だいたいこんな感じで、ハイライトの隣接部分をちょっと暗くします。そうしますと、この明るい部分と暗い部分の対比ができますので、良い感じに見える気がしています。そうしましたら、毛先も同じここの色で暗くしましょうか。だからグラデーションかかるように。だいたいこんな感じで、次は髪の毛に段をつけていってみます。髪の毛が重なるこういう鋭角の部分を作ってみると、自然と段ができていきます。だいたいこんな感じですね。次はディティールを足してみたいと思います。ペンを持ち替えまして、こういう毛先を足すペンですね。それで流れを足していってみます。これも周辺の色を吸ってですね、いっています。動作もいろいろあった方が良いかもしれません。これも同じ方向にならないように入れております。この周辺の色を取って、毛先をもう暗くしてみます。だいたいこういう感じですかね。あとディティールを入れるために、シャッシャと細めのラインを入れてみるとかありです。あとはですね、基調調整系レイヤー、主にトーンカーブですが、それも入れてみましょうか。こちらの画面を見つつ、調整をしてみたり、あと見逃しがちなんですけれども、ここを選んでもらうと、グリーンだとこれを下げると紫が強くなって、上げると緑の色が強くなる。色別の操作ができますので、思いつかなかったような面白い色使いができたりもします。調整をした後は目立って雑っぽく見える部分もできてきますので、必ず過筆で調整を入れております。だいたいこういう感じですね。最初のものと比べてみますと、だいぶ変わりましたね。次のチャプターでは実際に紙を描いていくところをご覧いただきますのでご参照ください。